こっちに傾けて、こういう向きで、これはね、金目鯛の縁側の部分。今回は金目鯛のお刺身と金目鯛の煮付けを作っていこうかと思います。まずはヒレを落として鱗を引いていきます。市場の魚というとね、どうしても皆さん安いんじゃないかと思われるかもしれないんですけれど、豊洲っていうのはね、結構ね、日本中からいい魚の集まる市場でもあるので、一般のね、スーパーなんかの魚よりも値段で言うとね、割高ではあるんですよ。ただね、割高である分、品質もね、いいものが揃っていると。普段ね、スーパーで買っているお魚と全然味が違うなんていうね、ことがあるかと思うんですけれど、それはね、調理技術もさることながら、仕入れの段階でね、物が違うっていう場合が圧倒的に多いかと思うので、その点もね、経験していただきたいなとは思っておりますかね。鱗を引くときは、苔引きを上下に動かしながら横にスライドさせていくと、鱗がそこまで飛び散りませんよと。どうしてもね、こう横にバリバリスライドさせたくなってしまうんですけれど、横に動かすとね、鱗が飛び散るので、上下に動かしながら、鱗を引いていってくださいと。背中のヒレの際だとか顔の付近だとかはね、どうしても鱗が残りやすい位置ですんで、鱗が残らないようにしてください。そうだから、この顔のね、ほっぺの位置なんかも鱗がついてますんで、丁寧に作業を進めてくださいと。全体に鱗がつけましたら、包丁で一度ね、身をこそげて、鱗の取り残しがないか確認しまして、頭を落として内臓をかき出していきますと。頭を落とす際は、金目鯛っていうのはね、この辺りまで背中の肉がついているので、お刺身を多く取りたい場合はね、こういった角度で包丁を入れていくんですけれど、今回は、頭もね、煮付けに使おうかと思いますんで、煮付けにした際にね、身が多く残るように、多少ね、頭の肉は残して、身を落としてしまいますと。お刺身にするんであれば、この部分にこう包丁を入れるんですけれど、煮付け用に頭は大きく残して落とすと。頭を落としましたら、残すね、へそから包丁を入れまして、お腹を開いて、内臓をかき出してくださいと。内臓をかき出しましたらね、尻尾を落としまして、血合いに1本包丁を入れて、腹膜ですとか血合いをきれいに洗い流しますと。頭なんですけれど、頭は、半分に割ってから漬けるように、下処理していきますと。で、頭を割る際はね、脳天側を手前に向けまして、口を開いて、口から、包丁を入れて、まずは脳天側を半分に割ると。この際ね、なかなか力のいる作業ですんで、この左手の人差し指だとかがこっち側にね、回り込まないように、そこだけね、注意しながら頭を割ってくださいと。頭をね、割る際のコツは、これね、出刃包丁って片側は平で、こちら側には角度がついているので、自然にね、切るとまっすぐ切ったつもりでもね、包丁がこう曲がってっちゃうんですよね。その角度を意識しながら、包丁がしっかりと頭の真ん中に入るように力を加えていくと、綺麗に半分に割ることできますんで、その点はね、注意しながら、作業を進めてくださいと。脳天に包丁が入りましたら、頭を開きまして、エラを外していきますと。で、エラはこれね、この目の付近の2箇所と下顎の1箇所でつながっておりますので、そのね、エラのつなぎ目に包丁を入れると簡単に外せますと。エラを外したりですとか、兜を割ったりという作業は結構ね、力のいる作業ですし、包丁とね、この手が近くを動く
作業ですんで、手をね切るということだけは気をつけながら作業を進めてくださいと。半分に割れましたら、今度このままでもいいんですけれど、これだとね、若干ね大きさ的に大きすぎるかと思いますんで、この下顎の部分で、半分に割って、それから水洗いしてくださいと。頭を半分に割れましたら、この辺りねだいぶ汚れているかと思いますんで、水洗いしていきますと。水洗いをしましたら、頭に関してはペーパーにくるんで一度冷蔵庫で保存しますと。こんな感じでね、しっかりと水気を拭き取るようにして、保存しますと。身の方の水洗いのポイントについて紹介しますと、金目鯛というのはね、このねお腹に薄いね黒い膜がついているかと思うんですけれど、この黒い膜を残すとどうしてもね匂いが出やすくなりますんで、この黒い膜はしっかりと、洗い流すという点と、もう一つはね、血合いをねこんな感じで綺麗に取ったはずなのに、このお腹の奥だとか尻尾の先からね血が滲んでくるっていうことがあるかと思うんですよ。これはね魚の構造の問題で、血合いの続きで中骨に沿ってこの辺りに太い血管が通ってるんですよね。この血管の中に残った血が尻尾だとかこのお腹の奥から滲んでくると。水洗いの際はね、水圧を高くしてこのお腹のね奥を狙ってちょっと水を当ててあげると。そうすると、尻尾からね自然と血が抜けてきますので、よーく血を抜いてから調理すれば良いんじゃないかなと。もうこのままねさばいてお刺身にしても良いんですが、金目鯛というのはしっかりとね水気を抜いてから食べた方が味が凝縮しますので、お腹にペーパーを詰めて身をペーパーでくるみまして、6時間から12時間程度身の水分をゆっくりゆっくり冷蔵庫で抜いてから調理すると美味しく食べられるのかなと思いますんで、よかったら試してみてくださいと。ラップをして冷蔵庫で保存するんですけれど、家庭用のね冷蔵庫というのはどうしてもね温度が高くて魚の臭みが出やすいので、ビニール袋か何かにね氷を入れて、上と下に氷を当てながら保存すると匂いの出にくい美味しいお刺身が食べられるかと思いますと。ペーパーがしっかりと水分を吸い取りましたら、ここから、まずはお刺身を作っていこうかと思いますと。金目鯛のおろし方はごくごく一般的な3枚おろしですね。こういった形で、腹骨の際に包丁1本入れて、そこから中骨に沿って包丁をスライドさせていくと。真ん中までしっかりと包丁が入りましたら、今度は背中側に包丁を入れていくと。金目鯛をおろす際のポイントは背びれがついている部分のこの中骨の中骨から伸びる骨があるじゃないですか。この骨がねちょっと形がいびつというか若干短めなんですよね。骨の際を狙いたいんで、ここでねちょっと下に力を入れると思うんですけれど、下に力を入れすぎると背びれの骨の部分で骨の下に包丁が潜ってしまう場合がありますんで、それだけね注意しながらさばいてくださいと。そう、ここのね骨がちょっと短くなっていて、でここに背びれの骨があるんですけれど、ここでね包丁がこの骨の下に潜ってしまう場合が結構ありますんで、そこだけ気をつけてくださいと。これ両方の身を下ろしてしまってもいいんですけれど、もしね一度にそんなに多くは食べないという場合は、こちらの身はこういった形でね再びペーパーにくるんで冷蔵庫で氷を当てながら保存すれば、1日2日はお刺身として食べられる状態ではあるかと思いますんで、これはね用途によって保存してくださいと。
匂いが出てたらね、まずお刺身では食べられませんので、もし匂いが出てしまったら加熱調理に回してください。ここからね、骨を外していくんですけれど、普段はね、この背中とお腹で半分に渡して調理してしまうんですけれど、今回は刺身と煮付けを作るじゃないですか。この尻尾の身っていうのはね、この上の身に比べて脂気も少ないですし、あと筋も多いので、刺身にはね、あまり適さない部分であるんですよ。最初に尻尾だけ切り落として、この尻尾の部分は煮付けに回すと。続いてこの残った身のあばら骨を外していきます。あばら骨はね、なるべく薄くこのお腹の身を削りすぎないように外してくださいと。あばら骨を外しましたら、そのままね、この腹膜も外してしまいますと。この白いここの筋っぽい部分があるじゃないですか。これはね、金目鯛の縁側の部分、この腹びれのね、付け根の動かす筋肉の部分で、この辺りはね、筋っぽくもあるんですけれど、比較的脂の乗った部分でもあるので、この部分はつけたままね、お刺身にしてしまいますと。このね、血合い骨を取り除きますと。血合い骨ってね、通常このお腹と背中の身の境目に入っている場合が多いんですけれど、金目鯛の場合はね、血合い骨がね、ちょっと背中側にあるんですよね。この骨を抜き取りますと。血合い骨を抜き取りましたら、これね、背中とお腹で身を半分に渡しますと。ちょっと強めの白い筋が、断面に出てきますので、この筋は、なるべく薄くそぎ取りますと。ここからお刺身にしていくんですけれど、背中側は炙ってお刺身にしまして、お腹側はね、皮を引いてお刺身にしようかと思います。皮の引き方はこういった形でね、ちょっとだけ端をめくりまして、きっかけを作って、そこのきっかけから、包丁をまな板に押し付けるようにしながら、スライドさせると。金目鯛なんかは比較的ね、皮目に脂の乗りやすい魚ではあるので、銀皮が残りやすい魚種かなとも思いますかね。そう、こんな感じでね、銀が残れば良いのかなと。ちょっとこの辺ね、失敗気味ですけど、背中は炙りのお刺身にしますんで、もうこのままね、バスバス切っていきますと。皮目を上にして、形を整えながら切っていくと、綺麗な形に切れるのかなと思いますんで、刺身に切る際のポイントとしては、包丁ね、まっすぐよりちょっとだけね、こっちに傾けて、こういう向きで切るようにすると。そうすると、このね、刺身一辺一辺のこの角が綺麗に際立つので、そのことをね、意識しながらこう切り進めていくと、形の良い刺身になるのかなと。これに対して腹側はどう切るのかと言いますと、腹側はね、皮目を下にしてこのようにそぐように刺身に切りますと。刺身に切りましたら、こんな感じでね、半分に折りたたみながら盛り付けていくと、比較的ね、見栄えの良いお刺身ができるのかななんて。そぎ作りにする際のポイントは、こんな感じでね、包丁を動かしてきて、最後に包丁をこう立てながらね、身を切り落とすようにすると、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれど、ここに刺身の角ができて、見栄えがね、綺麗になりやすいので、こうするとメリハリのあるお刺身になりますかね。あとはこちらね、こちらを炙るんですけれど、炙る際はね、今回は、バーナーで皮目を炙ってしまいますと。で、炙る際はね、やけどだけ気をつけて、周りに燃えるものがないように。で、こういった形で皮目にさっと
焼き色がつく程度に炙ってくださいと。この時ね、このバットの表面はね、とても熱いので、ここを触らないようにね、気をつけながら取り扱ってくださいと。ここから盛り付けていくんですけれど、盛り付けはね、奥は高く、手前は低くというのが、ある程度ね、盛り付けの鉄則みたいな部分がありますんで、ちょっと高さを意識しながら盛り付ければそこそこなね見た目にはなるのかなと思いますかね。薬味を添えるだけなんですけれど、わさびはね当然必要だとは思いますし、すだちなんかの柑橘類も炙りとはね非常に相性がいいので、あるならね柑橘類も添えた方が美味しいかなと。その他ね、お醤油はもちろん合いますし、油気のある魚の炙りはお塩も合いますんで、お塩など添えて、お召し上がりくださいと。ということで、まずは金目鯛のお刺身の、作り方でございましたと。続いて煮付けを作っていこうかと思いますと。続いてこちらのね尻尾のお肉と、かぶとを使って煮付けを作っていきます。全体に塩を振って魚の臭みを抜いていきます。この際にね、かぶとというのは結構ねこの内臓のついていた部分なので臭みの出やすい部分ではあるので、かぶとの方に若干多めにね塩は振るようにしてくださいと。このまま10分ほど置いて身の水分と一緒に臭みを抜いていくと。表面に水分が浮いてきましたら、一度水でお塩を洗い流しますと。そうしましたら続いて沸騰した湯にお塩を一つまみ加えまして、先ほど塩をした、金目鯛をさっと落として、で5秒ほどですかね、表面にさっと火が入りましたら、氷水に取りますと。氷水に取りましたら、これね表面に鱗などが残っていないか、特にこのかぶとですよね、鱗が残っている場合は鱗をこすり落として、それからざるにあげますと。このねヒレの際だとかこういったね入り組んだところはどうしてもね鱗が残りますので、カマの付け根なんかもねこの辺をきれいに掃除すると。こちらの内側の部分の血合いの部分なんかもきれいに手で掃除してくださいと。そうしましたら煮付けを作っていくんですけれど、今回はね、添え物でちょっとごぼうを一緒にね炊いてみようかと思いますんで、適当な大きさに切りまして、さっとね水にさらしてから、一緒に煮つけていこうかと思いますと。ではこれごぼうはね、もし皮目が気になるようでしたら包丁の背でねこそげるだけで柔らかい皮むけていきますんで、汚れなんかが気になる場合はこういった処理をしてから、煮つけてくださいと。煮汁はね水を少々鍋に入れまして、お酒を加えます。お酒はね水と同量程度を目安に加えてくださいと。このね最初に張るこの水とお酒の量は魚が、浸かるかどうか、魚の表面が、浸かりきらない程度の量を目安に、お酒と水を張ってくださいと。そこにね、ごぼうを加えて火にかけますと。煮汁が沸騰しだしましたら、軽くアクをすくってね先ほどの金目鯛を加えますと。水加減でいうとこの程度ですね。金目鯛の表面が浸かるか浸からないか、お酒と水は加えてくださいと。ここに、お砂糖を加えます。それとみりんですね。みりんをざっくり一回し程度加えて、ここにアルミ箔でね、落とし蓋をしまして、このまま5分程度、火を入れていきます。でこの時の火加減は
強火の中火程度。このねアルミ箔をかぶせた時にこのブク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 ね煮汁の泡がこのアルミの下で回ることで金目鯛の表面にもしっかりと味が入ると。だからアルミ箔がね軽く浮く程度を目安に火を入れてくださいと。これ当然ね炊いていればアクが出てきますんで、途中でこまめにアクはすくい取りながら、火を入れてくださいと。5分ほど経ちましたら、こちらはお醤油ですね。お醤油を少し加えますと。この時に味を決める必要はなくて、味はね2回か3回に分けて決めると。最初にねお醤油加える時は多少少なめにちょっと薄味程度に仕上げるつもりで、お醤油を加えてください。ここでまたねアルミで蓋をして、再び5分程度火を入れていきます。5分ほど経ちまして、ざっくりとね、目がね白濁する程度に火が入りましたら、ここからね最後煮詰めて味を決めていきます。煮詰める際は、多少ね火を強火にしまして味見をして、ちょっとね塩気が足りないようでしたら、醤油を加えまして、ここでしっかりと味を決めると。最後は、火を強めにしまして、こう煮汁をね上から回しかけながら、仕上げていくと。でこれ煮汁がね当然すくいづらいかと思いますんで、多少ねこう鍋を傾けて煮汁をすくって、身に回しかけてと。煮詰める時間はねだいたい3分程度。もう本当に最後の仕上げと。この金目鯛のね表面に照りが出始めたら、完成と。金目鯛の表面に照りが出だしましたら、仕上げですんで、あとは盛り付けて食べるだけと。盛り付けの際はねなるべくこの金目鯛の形が崩れないように、丁寧に箸を使って盛り付けてくださいと。尻尾のお肉も手前に添えるような形で、盛り付けまして、このごぼうは、立てかけるように盛り付ければ良いのかなと思いますんで。これだけでもね十分美味しいとは思うんですが、お好みでね、柚子などの柑橘を添えても煮付けは美味しく食べられますので、黄色い柚子はね彩りがとても良いので、僕はねそうですね煮物は柚子を添える機会が多いですかね。細かく切って、添えると、赤とねごぼうの茶色と黄色が加わるだけでだいぶ見た目が華やかになるかとは思いますんで、柚子を細かく切りまして煮付けにね添えれば美味しそうな煮付けができるのかなと。最後ねこの余った煮汁を軽くね身に回しかけまして、金目鯛の煮付けの完成でございますと。今日は以上でございます。